こんにちは、こだまです。着実にうちの棚は充実していっています。今回もプラモデルを制作して飾りますよ。それでは今回飾るのは PB 戦士239シャイニングガンダムと PB 戦士242ゴッドガンダムです。このキットは2002年発売のキットです。販売価格はそれぞれ税込みで660円。時々再販されているので手に入れやすいキットだと思います。シャイニングガンダムとゴッドガンダムは1994年に一度 PB 戦士でキット化されています。今回制作するキットはリニューアルされたものになりますね。どちらのキットも関節が独特な構造になっていて、キックポーズなんかも取らせることができます。それからノーマルモードからスーパーモード、ハイパーモードへとモードチェンジすることができます。モードチェンジできるの嬉しいですね。このキットは以前制作したことがあり、すでに棚に飾られています。今回は金色に輝く明鏡止水バージョンで制作し、各モードと並べられるようにしたいと思います。それでは開封。まずはシャイニングガンダム。内容物はランナーが4枚、それとポリキャップ、シールと説明書が付属します。こちらはゴッドガンダム。内容物は同じくランナーが4枚、ポリキャップとシール、説明書が付属します。パーツがそこまで多くないので、どちらもサクッと作れると思います。それでは組み立てている間に機体の紹介をします。今回制作するのは機動武闘伝 G ガンダムに登場するモビルファイターをデフォルメしたキットになります。 G ガンダムではモビルスーツではなくモビルファイターと呼ぶんですよね。搭乗者がレバーなどを操作して動かすのではなく、搭乗者の動きをトレースして操作するというシステムになっています。モーションキャプチャーみたいな感じですね。 G ガンダムの世界ではコロニー国家間の大規模な戦争を避けるため、地球をリングにしたモビルファイターの武闘大会、ガンダムファイトが行われています。ガンダムファイトは4年に一度行われ、優勝国は次のガンダムファイトまでの間、コロニー国家の主導権を手にすることができます。シャイニングガンダム、ゴッドガンダムはネオジャパン代表の主人公ドモンカッシュの登場するモビルファイターです。ドモンの繰り出す流派東方腐敗の技を再現でき、特に格闘戦で力を発揮します。機体はドモンの感情や状態の影響を受けてモードチェンジをし、パワーアップをすることが可能です。ドモンが明鏡止水の境地に達した時、機体は金色に輝き、戦闘力が大幅に上昇します。ドモンはネオジャパン代表としてガンダムファイトに出場しながら、デビルガンダムと共に逃亡した兄教授を追い、デビルガンダムをめぐる事件に関わっていきます。仮組完成です。こちらはシャイニングガンダム。頭部はボールジョイント接続、首元が少し稼働します。肩の引き出し機構がすごくて、ぐいっと大きく前方へ引き出すことができます。肩のパーツを外すと腕を水平まで上げることができるのですが、肩のパーツをつけるとパーツが干渉してここまでしか上がりません。少しもったいない感じがします。肘の可動嬉しいですね。手首はボールジョイント、脚部の接続が独特で、足のパーツをサイドアーマーへ接続する形になっています。この構造のおかげで大きく開脚をすることができますね。ハンドパーツは4種類付属、すべて表情のついたクリアグリーンのパーツになっています。表情のついたハンドパーツは嬉しいのですが、普通の握り手や開き手のパーツも欲しかったですね。マスターグレードシャイニングガンダムのハンドパーツを流用できるとのことではあるのですが、背中のバックパックを外すとそのままコアランダーになります。モードチェンジをしてみましょう。アームカバーを付け替えてフェイスカバーを展開。これでバトルモードです。このモードから必殺技シャイニングフィンガーを使うことができます。つま先のパーツを付け替えて頭部のフィンを展開。
ショルダーアーマーを開いてスーパーモードです。ショルダーアーマーはこんな感じの構造になっているのですが、しっかりとロックされないので簡単に下がってしまいます。ここは少し工夫が必要かもしれません。脚部のレッグカバーの展開は省略されています。次はゴッドガンダム。首元の可動がない以外は基本的に構造はシャイニングガンダムと同様になっています。こちらもよく動きますよ。バックパックを外すとそのままコアランダーになります。ただ接続がそのままギュッと挟み込むだけなので、塗装をすると塗料が剥がれてしまいそうです。塗装をする方は工夫が必要かもしれません。ハイパーモードにします。胸部装甲を付け替えてエネルギーマルチプライヤー露出状態に、腕の爪を少し立てて背部スタビライザーを展開。ハイパーモードです。かっこいいですね。こちらもシャイニングガンダム同様のハンドパーツがクリアオレンジで付属しています。このシャイニングガンダムとゴッドガンダム、このままでも可愛らしくてかっこいいんですが、さすがに金色の明鏡止水バージョンにはなりません。ここから工作をしたり塗装をしたりしてかっこいい金色のシャイニングガンダム、ゴッドガンダムにしていきます。製作を始めます。足裏パーツなど気になる肉抜き穴があるので埋めていきます。使うのはタミヤのエポキシパテ。エポキシパテは主材と硬化剤を混ぜて時間が経つと固まるパテです。しっかり混ざったら肉抜き穴を埋めていきます。パテが硬化したらヤスリをかけて表面を整えます。ゴッドガンダムのコアランダーのバーニア部分に肉抜きがあるのですが、きれいに成形する自信がないので別パーツに置き換えます。使うのは寿屋のバーニアノズル。元のバーニアをカットして新しいバーニアパーツを接着しました。特に違和感もなく置き換えられたと思います。合わせ目消しをします。腕や肩など合わせ目がたくさん出るので、プラスチックを溶かすセメント系の接着剤を使って接着し、合わせ目を消していきます。ゴッドガンダムの頭部のパーツ、赤いパーツを挟み込む形になっています。そのまま合わせ目を消すと後から目のシールを貼るのが難しくなってしまうので、後はめ加工をしました。顔の下の方は合わせ目ができても問題ないので、モールドに合わせてカットしました。それから合わせ目を消した後、赤色のパーツを差し込めるように受ける側のパーツの穴を加工して下から差し込めるようにしています。これで塗装の後に組み込めるようになりました。シャイニングガンダムの頭部はうまい解決方法が思いつかなかったので、諦めてそのままパーツを組み込んで合わせ目を消しました。すべて金色にするので塗り分けは必要ありませんし、シールは貼り付けた後マスキングをして対応をします。ゴッドガンダムのコアランダー、塗装剥がれを防止するため接続方法を変更します。使うのは配給パーツのネオジム磁石。パーツをくり抜いてネオジム磁石を埋め込みます。ネオジム磁石の接着にはタミヤのエポキシ接着剤を使用しました。それから合わせ目消しをしたいのですが、挟み込むパーツがあるので合わせ目を消しやすいように後はめ加工をします。こんな感じでパーツをカットしました。このままではパーツを固定できないので、真鍮線を仕込んで接続できるようにします。これで合わせ目を消した後に接続できるようになりました。ネオジム磁石は薄いプラ板を使い隠れるようにしています。ボディ側のパーツにもネオジム磁石を仕込んで接続できるようになりました。小さな磁石なのでがっちり保持されるわけではないですが、飾る分には十分です。合わせ目を消したところや肉抜きを埋めたところなど、紙やすをつけたペンサンダーでヤスリがけをしていきます。400番で削って600番で仕上げです。ヤスリがけが終わったらパーツを超音波洗浄機で洗浄します。乾燥を待って塗装に入ります。使用した塗料はこちら。今回はキャンディー塗装を行い金色に塗装していきます。キャンディー塗装はシルバーなどのメタリックカラーの上からクリアカラーを塗装する塗装方法です。キャンディーのような透け感のあるメタリックの仕上がりになります。
はじめにヤスリでついた傷を隠すため、すべてのパーツを光沢クリアで滑らかにします。重厚感のあるしっかりしたメタリック塗装にしたいので、下地はウイノーブラックで光沢の黒色に塗装をします。メタリック層はスーパーファインシルバー2で塗装をします。ここからクリアイエローで透け感のあるキャンディーのような金色にしていきます。一度の塗装では思ったように発色しませんが、焦らなくても大丈夫。クリアカラーは塗り重ねることで色が濃くなっていきます。今回は2度目の塗装で好みの金色に塗装できたので、ここで完了にします。黒いラインはマスキングをして塗り分けます。マスキングがしづらいところはエナメル塗料で筆塗りをします。はみ出したところはエナメル溶剤で拭き取れるので気楽にできる作業です。タミヤの墨入れ塗料を使い墨入れをします。こちらも薄められたエナメル塗料なので、はみ出しても後から拭き取ることができます。エナメル溶剤ではみ出したところを拭き取ります。シャイニングガンダムの胸部のクリアパーツ、裏側にラピーテープを貼ります。光を反射し明るく輝くようになります。キラキラしてるかな？ゴッドガンダムはハイパーモード時、背面に光の輪を発生させます。リアルグレードゴッドガンダムのエフェクトパーツを参考に自作します。100均で購入した透明なケースを使用します。コンパスカッターで円形にカットし、クリアカラーで塗装をします。柔らかい素材だったので、しっかり塗料が乗るように下地にガイアマルチプライマーを塗布しておきました。3枚の輪をそれぞれクリアイエロー、クリアオレンジ、クリアレッドで塗装します。最後にすべてのパーツを光沢クリアでピカピカにして完成です。指紋がつかないように手袋をして組み上げます。綺麗にできたので組み上げながらニヤニヤしてしまいますね。光沢の塗面がキラキラと光を反射してくれます。これはドモンくん、明鏡止水の境地に達していますね。実は同時にスーパーモード用のシャイニングガンダムを制作していました。これでノーマルモード、スーパーモード、明鏡止水バージョンのシャイニングガンダムを並べることができるようになりました。ゴッドガンダムを自作した光の輪と並べてみました。こういうエフェクトがあると特別な感じがしますよね。うまい接続方法が思いつかなかったので、こんな感じでプラバンやプラボなどを使って立たせています。通常のハイパーモードのゴッドガンダムと、ゴッドガンダムってバランスがいいフォルムでかっこいいですよね。そして以前制作したゴッドマルト、並べてみるとモチーフになった機体だということがよくわかりますね。僕が気になった SD ガンダム関係のことについて話そうと思います。ホビーネクストフェイズ2023スプリングでクロスシルエットシリーズの新作ユニコーンガンダム2号機バンシーデストロイモード&バンシーノルンパーツセットが発表されました。これでようやくクロスシルエットシリーズでユニコーンガンダム2号機バンシー3号機フェネックスが揃いますね。フェネックスが2018年、ユニコーンが2019年の発売なので少し間が空いてしまいましたが、無事に揃うのは喜ばしいことです。このキットは SD フレームと CS フレームが両方同梱されていて、好きな頭身で組むことができます。さらに各武装が付属していて、バンシーとバンシーノルン
どちらも再現することができます。このキットはいろいろと遊べそうでいいですね。やっぱりフレームは2種類とも付属してほしいものです。頭身を選べるのが特徴のシリーズですからね。ユニコーンガンダムのキットは BB 戦士でも発売していて、そちらはデストロイモード固定ではなくユニコーンモードにもすることができます。僕は BB 戦士版を集めているので、クロスシルエット版の購入は今のところ未定です。変形好きなんですよね。でもこうして見ているとクロスシルエット版もかっこいいですよね。揃えようかな。クロスシルエットシリーズはもうすぐトルネードガンダムが発売します。こちらは予約済みです。楽しみですね。ガンダムサイド F 限定の BB 戦士サザビーが発表されています。5月3日発売とのことです。BB 戦士382サザビーにダブルホーンファンネルのパーツを追加したものになるんじゃないかなと思います。公式通販サイトでの販売も予定しているみたいなので、そちらを期待しています。福岡まで買いに行くのはなかなか難しいです。食玩モビリティジョイントシリーズの第4弾が発売しています。バンシー、ローゼンズール、ギラズールとガンダムユニコーンに登場するモビルスーツがラインナップされています。個人的には SD でキット化されていないモビルスーツに注目しています。ローゼンズールは見かけたら買うと思います。水星の魔女のカードダスの第2弾も発表されています。こちらは7月下旬発売予定です。カードダス関連の新商品はプレ版でもいくつか予約開始していますね。それでは今回も動画を見ていただきありがとうございます。またお会いしましょう。こだまでした。